いいのかな。はい。それでは、ちょっと早いですけど、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドルです。どうぞよろしくお願いします。今最初にちょっと、帰ってきてなんていうかな、やることがあるっていうか、できたので、ちょっと今、科学基礎なんですけど、動画をちょっと流しながらね、ちょっと今、紹介をしていきたいなと思います。応援機といったらこんなのがありました。でこの続きからいきましょう。早速ですいません。酸の強さは実はですね、水素イオンの濃度でこれ流しながらちょっと聞いてくださればと思いますけども、水酸化物イオンの濃度で今高校3年生の子で文系なんですけども、だいぶ国語社会英語が、どうもお疲れさんです。よろしくお願いします。最初すいません、科学基礎からちょっとスタートしてます。今の状況をね、ちょっとお話ししながらになりますけども。はい。この間しのめさんコメントありがとうございました。はい。でですね、何かっていうとpH13、pH14 文系の3教科、国語と社会と英語は、今、夏休み超えて取れてきたんですけど、もう高校3年生になると文系の科学基礎いらないんですよね。いらないっていうか、定期テストで。お花さんどうも、こんばんは、よろしくお願いします。この塩を水に溶かしたら、いらないんですよ。だけど、テストで赤点取ると補習があるからっていうことで、普段は見てない生徒さんというか、レギュラーで見てなくって、もう夏休み前だったらもう、文系で頑張ってねっていうことで、僕は理系教えてたので、で、この間連絡があって、テスト前だけちょっとお願いしたいということで、このね、中和反応っていうところと、その前の、モル濃度のところとかね、そういったところは勉強する。で、今ってやっぱ便利ですよね。この動画何かっていうと、爆速科学基礎っていうことで、この章を12分でまとめた動画があるわけなんですよ。で、僕らの時代当たり前ですけど、YouTube でこんな便利な分かりやすいものなかったんですよね。はい。あったかもしれないけど、あっても、なんていうんです結局その予備校みたいなとこ行って、こう、聞いて、で、メモ取って、覚えていく。もしくは、僕もやってましたけど、代々木ゼミナールっていうところの、予備校のサテライト授業って言って、動画を有料で見てね、いくらぐらいしたかな、結構高かったですよ。僕の時代ではなかったですけど、僕が学習塾の時にやってたんですよ。代々木ゼミナールのサテライトっていう。1講座3万円とかしたかな。こういう授業も結構お金が取ってたんですよね。今はね、こういったものって本当に無料で手に入るという。ただ、受験生なかなか探せないので、こういう簡単な動画とかも。で、僕はできれば、自分も勉強するんですけど、こういう動画で爆速で簡単にまとまったものがあるから見てねっていうことで紹介したりとかして、自分で勉強しやすいものツールを探したりとかしてますね。特にね、この科学はですけど、物理もね、わかりやすいですよ。今ちょうどね、強塩基と強酸とかやってますけどね。今の時代いいですよね。それで、今日、明日のね、昼かな、ちょっと授業をするんですけど、ちょっと予習がてらっていう話ですけど、僕は大体基礎的なものをさらっと見て、で、テキストを読んで、答えを見て、で、答え見て、こういう意味ねっていうことで、またインプットして、っていうような感じですね。自分もね、勉強になるので、いいというか、後々実は今生徒で理系の子抱えてるので、ゆくゆくはこの科学も、現役の時にやってたんですけど、科学基礎、今これ科学基礎なんですが、科学基礎から、次科学だからよくある有機化学とか、
多分、しめじいさんがいれば大好きなところらしいですね。例えば、フェノールフタレン液理系なので、有機化学、無機化学とか、C とか H とか O とかいっぱい出てくるやつですね。で、このあたりが、この溶液が塩基性になったら赤色になります。になるんですね。それも、もう一回しっかり勉強していきたいなと思いますね。やっぱ、もうあれですよね。僕からすると、ちょっと市場挟んでいけないんですけど、高校数学と高校物理と高校科学ができれば、まあちょっと変な話、手に職つけたじゃないですけど、まあ需要がやっぱりあると思うので、年取っても、食に困らないって言い方変ですけど、で今オンラインもね、少しずつできるようになってきてるので、すごく、需要が、ほら、家庭教師とかだとなんかすごいお金が高いかもしれないじゃないですか。だから、オンラインとかで、ちょっと、まあ安くって言い方おかしいけど、で、しっかりね、高校生の、進路に合わせた、こちらホールピペットです。形で自分も学んで、で、まあ、生徒たちにも、都合のいい形でね、使ってもらえるようなね、なれば、まあ、いいなと思いますね。なかなか、さんいないんですよ。高校数学と高校理科と高校科学。現役で知られる、大学生の先生とかもいるとは思うんですけど、なかなか、高学歴で結構、授業料が高い。ここを回すことで適化量を調整することができます。まあ僕も一緒に学んでね、まあ別にボランティアではないんですけど、ちょっとだけお金をいただきつつ、なんかこうね、またこちらの塩基の濃度は分かっていますので、高校生の子たちにね、このことから何モルの水酸化物イオンを入れたかが分かる。今ちょうど中和滴定かなんかですよね。はい、ちなみにこのビュレットというまあこれ、紹介だけでね、徐々に今、皆さんも懐かしいなと思ったりして、見ていただければいいなと思って、ちょっと、話を入れました。中が水で濡れたままですと、この濃度が狂ってきて、これね、中和のところがね、水で濡らさずに、使用している塩基性の水溶液で12分かなあって、多分今度のテスト範囲がその子が、その後もあるのかな、酸化還元もあると思いますね。このように未知の濃度の酸があって、これをそのまま、一応まあ今日はそんな感じです。ここに移すと意味が。止めますね。紹介だったの。それではですね、今週のネタというか、今日はまあ、メタバースっていうことでお話をするんですけど、まあ、メタバースだけだとちょっとネタが切れちゃうので、ちょっとお話をね、違うものからちょっと行きたいと思います。はい。今週の日経、これ、あれだったっけね、テレ東ウィズかの、内容ですね。ちょっといいですか？これ、あれにしてね。そういえば、全然関係ない。この、アナウンサーの方、すごく痩せたんですね。なんていう方だったかな？テレ東いつも出てくる、で、記事の中でですね、新曲としての尾崎豊世代東雲さん知ってそうですね。このアナウンサーの方、なんて言ったかな。いつもあれにも出てますよね。注目をした理由は何でしょうか？ダンさんが出ている、朝のテレ東のモーニングサテライトでも出てくる人、そのアナウンサーの。捕まりますから、昔も捕まるんですけどね。で、その方でもですね、我々50代ちょっと顔が出てくるといいですけど。っていうのは、なぜなんだろうかと、改めてちょっと調べてみたんですけども、当時80年代、90年代っていうのは、出てこないかな。どちらかと日本が豊かになっていく、物も溢れていく。名前載ってなかったっけ？しかし、なんかこう学校は管理側で管理されて、なんと生きづらいなという感じで。名前載ってないかな。今はちょっと厳しくなってますよね、逆に豊かというか。名前載って、ごめんなさい、今ちょうど喋ってるとこ出てないですね。そう。また出てこればですけど。これ何かっていうと、見ましたこの、尾崎豊がなぜ、最近ちょっとプチブームというか若者に今響いてるっていうネタ、ニュースなんですよ。どうです皆さんこのアナウンサーの人。名前がわかんない。横顔しか出てないですね。すごい、当時、去年見てたのかなより痩せたなと思って。またチラッと見たときに気づいたら教えてくださいね。で、この尾崎豊の、何年ですかね、僕大学生の時だったかな。
来てくれればいいなとすごくまあね共感して実際のところいたというか、音楽を聴いていたんですけど、今リバイバルじゃないですけど、今ね、どっかでこの尾崎豊賞っていうのをやってるんですかね。で、今こうやってなぜ今の若者に響くってことでちょっとやっているみたいです。あ、この人もトラウデンだったかな。この人もよく出てますね。はい。そうなんですね。東雲バイク盗まれたことがあるのでアンチ尾崎です。W。うまいですね。そうですね。実は2、3年前ぐらいだとなるほど。古くてダサいって言われて、尾崎は盗んだんですね。実は20年、30年経つと、篠目さんはそのバイクを盗まれたと。これがなるほどね。ということもあるわけなんですね。これよくそうですね。息子さんが歌っていますね。息子さんが歌って、あ、自動車とかもそうなんですけど、やっぱ丸型と角型がなんだっけ、尾崎の今息子もいますよね。長男30歳ぐらいでアーティストでしたっけ。そういう傾向があるのがですね、まあファッションサイクルと言われてまして、まあ今だから30年なんかいろいろ理由があって、消費のサイクルってことは経済となんか今ファッションもそうかもしれないですけど、なんかあれですよね。かつてはやっぱり年齢軸みたいなサイクルがあるみたいですよね。こういう年代の人はアメリカ経済と日本経済がこう繰り返すとかって言ってる人もいるみたいですけど、まあこういう音楽とかもタイプが分かれていってますので、そういう意味でパターン化されてないっていう部分で非常に読むのが難しい。まあ今の若者に響くと古臭いとは思わないっていうことな、ある意味新鮮なこともあるみたいですよね。年配の方が若いブランドを買うことも多いですもんね。はい。今若い人がラグジュアリーブランド買ってらっしゃって、まあこうやって化粧品とかそういったものが増えてきてますね。今の人って、この人尾崎さんは Z 世代マーケティングを手掛けていらっしゃるということですけれども、昭和のトレンドが全部流行るというわけではないと思いますが、のお金の使い方って若い人にも刺さりやすいんでしょうか。さっきの尾崎豊店だとやっぱり紙とか今も若者 Z 世代だと携帯で書いていたりするので、そういったギャップであったりだとか、あるいは自分たちの親世代から、受け継いできたものっていうのもすごい流行るのかなっていうふうに思っています。そうですね。確かに今の若いアーティストにアンケートをしたっていうものでも、親が聴いていたものがその小さい頃から耳に馴染んでいるっていうことはすごく聞かれるような気がしますね。80年代の曲が流行ってますからね、アイドルの曲とか。なんかここと経済と結びつけてるっていうのがちょっとね面白いなと思いますけどね。それが VTR にもありました動画であれば2倍速で見るというこの代表される倍速消費というものです。動画以外にもですね、こちらです。なんか最近は音楽もあれみたいですね。サビが昭和、そしてあんまりな平成がおよそっていうか、あれこれ書いてありますね。令和はわずかそう6秒か、もうラブストーリーは突然にてイントロまで39秒あるんですね。例えばアーティストが出てくるときにですね、イントロの間に紹介するとか、あるいはそうですね。そうか、夜遊びはもう0秒なん確かに。そういう効果でイントロがまず長めになったという0秒。それから今はなぜそれが短くなったかと言いますと、だって今皆さんもどうです？動画いきなりこうネットで音楽聴くときに、初めにやっぱりもう倍速してみたりしますかね。YouTube とかも倍速なんていうの推奨とかねありますもんね。なかなか若い世代は動いてくれない。それで飛ばしちゃうみたいな。もう飛ばしちゃうんです。もういいやみたいになっちゃうんですね、やっぱりね。今滝さんは若い人がこの倍速消費をする理由はどういうところにあると思いますか？そうですね、理由としてはまず一つは情報にあふれているっていうところが多くあるかと思っておりまして、たくさん情報がある中でそれぞれを選別しながら見ていくっていうところ。そういえばおはなさんとか篠目さんって TikTok は見たりするんです？シャッ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 とこうスワイプしてみたりとかします？消費行動として出ていると思います。東雲アイドル論で不景気だと身近な感覚のアイドルが流行るらしいです。はい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 。なるほど、経済でそことつなげる場合もあるんですね。短い情報の中でもたくさん情報を得られるっていうところが今の電子機器とか機械が発展したことでできるようになったことだとも思っています。そうですね。この倍速消費なんですけれども、中村さんも記事の中で書かれていましたが、タイムパフォーマンスっていうんですね。時間効率を重視するという確かに時間効率重視
タイパとも呼ばれますが、これの意識が Z 世代の間で重要視されているということです。ある意味恵まれてるのかな。長年ですね、私経済っていうのはどんどんタイパの歴史だったと言っていいわけですね。はい。とにも例えば冷蔵庫とか、テレビとかですね。はい、代表で挙げてみたんですけれども、50年代が三種の神器、冷蔵庫、そして洗濯機なんかで時短をしてきた。そして70年代に入りますと、ファストフード、そしてコンビニも登場しました。どんどんこういうのが早くなってきて、なんて言うんでしょう。そして映画とかも入りますとデパ地下、SNS なども普及してきた長く見るより、これまでもずっとそうなんでしょうね。ショートドラマとかのが流行るんですかね。お花、忙しい時 1.25 倍速します。特特は見ないです。ああ、そうなんですね。はいはいはい。と思うんですけども、食事をゆっくりするっていうことはあんまり好まない人もいるわけですね。それとパッと食べて栄養が十分摂取することできれば、もうそれで高速化社会とか選ぶ時間が節約できそうですね。そうですね。これもう大体チンで大体もう美味しい料理ができてしまうとか、あとカレーライスもちょっと前と比べて例えば女性の方だと家事の時間とかっていろいろ言われてたのに、情報化社会の中ですごく料理の時間とか、食べる時間もそうですし、洗濯やいろんな時間が短縮されていつしかそういうことがなんか言われなくなってきたっていうかましたよね。すごくやらなきゃいけない時間が短縮されてたりとかはしてるなって気はしますね。短い方が特に大学の授業とかもすごく集中して見れた、間延びしないというか、そこの一点に集中できるっていう意味ですごく私も短くして見てたので。すごく便利ではあります。便利なんだけど、なんかいろいろこう探せる人とかチョイスできることとか、差がつくっていうか、そんなとこありますよね。流行ったりもする。メリハリがすごくあるなっていうことは。なるほど。メリハリはつけますよね。ずいぶん時代に合わせて、百貨店といえば年配の方でゆっくりした時間のリズムに見えますけども、最近だいぶ変わってきたみたいですね。そうですね。実際にそれを体感してっていうか、実際にいつしかなんか尾崎豊から何でかしら倍速世代の Z 世代のお金の使い方に変わってましたね、これ。はい。実はということで、はい。こんな感じで、たまに面白いなと思う、テレ東ウィズか、僕の場合のテレ東ウィズか、日経テレ東大か、アメーバ TV あたりっていうのは、ちょこちょこ見て、今、こういうことが、面白いんだなっていうのを感じたりとか、したりとかしてます。ちょっと尾崎豊が出てきたのは、面白い側面だなと思ったんですけど、いつの間にか高速化社会に、問題がちょっと変わってきたので、倍速っていうところから。はい。そんな感じでした。はい。それではですね、今週のパフォーマンスを見て、後半のメタバースの話をね、一緒に学んでいけたらなと思っております。では、ちょっとこちらの方で、いきますね。これじゃねえですね。はい。はい。まず、金曜日のパフォーマンスをちょっと一応確認していきましょう。はい。金曜日終値のナスダックが 1575。もう、この間ちょっと生徒に説明するために、実は SBI 証券の口座を、久々ちょっと積み立ての覗いたんですよ。いやーもうナスダック、結構マイナスで、もう、本当にナスダック塩漬け状態ですね。びっくりナスダックって感じです。もう当分、塩漬け。別に、ね、積み立てじゃない、NISA 口座に入れてるので、まだ当分出すことはないんですけど、いやーもう昨年に戻ってくるのはいつの日かって感じですよね。もうそんな遠い目を見てますね。はい。本当に。もうこれでも、いつも思うんですけど、過去20年とかのパフォーマンスのチャートとか見ちゃうと、
今これぐらいなんだろうねと思うんですけど、どうしてもその今年のパフォーマンスだけとか見ちゃうとチャートがしちゃうのは心情的にしょうがないのかなと思います。ただ、こういう情報があるから、今いろいろこう情報があるので、全然不安にならないですけど、情報がなかったらね、なんかこうネットで探してね、そういうのがすがっちゃうような、例えばナスダックを肯定してるとこだけの動画を見ちゃったりとかしちゃうと思うんで、まあこれは気をつけた方がいいなと思いますけど。はい。まあとりあえず、1500ということで、もうかなり悪い数値ですね。から S&P500 が割っちゃいましたね。3600。最後、終値3585でございます。いやー、3600切ったね。まあ、終値だから週足で、これだと、ね、週足で下ついちゃったから、いやー、ちょっとなんか変な感じ。銀行もあれですかね、予想をだいぶ下げてましたね。3300とか言ってる銀行もあったし、モルガンスタンレーがどっか3100とか言ってるとこもあったし、まあちょっと怖いですね。はい。まあ本当にもう、長期の方辛抱っていう状態だと思います。先物の方は、SP が3600ジャストで終わってますね。ナスダックは11000ということになってます。から、金利が最後ぐぐぐぐーっと上がって 4.27 で終わってます。いくらなんでも 4.27 上がりすぎでしょう。はい。もう4ってついてること自体ちょっともうおかしいと思います。はい。ほんと上がりすぎです。10年債もなんかもう便乗しちゃって 3.82 まで上がってしまいました。という嫌な状態。まあ投資家としては嫌な状態が続いております。はい。で、ダウも最近あれですよね。2万8000ですもんね。ですね。はい。ビックスは30、高い位置、32で終わります。31.2 か。で終わってます。今週結局30オーバーでしたね。危険地域ですね。30か。やっぱり一つこう、ビックスの目安30ですね。超えたらもう、がっくりって感じですね。はい。FX 見てみますか。どこで終わったんだ？ FX はどうです？ドル円が 144.7 で終わったんですね。動きが少ないですけど、高い位置で終わってます。あれ？為替介入ってもう一回やるのかな？一回やってもう一回っていうなんか話がありましたっけ？やったかな？ 2 回やらないか。はい。ユーロ円と比較しても、ドル円の方が高い状態。144.7 ですね。で、ユーロ円が 141.9。あんま動いてないですけどね。金曜日の FX の顕著な動きをしているのは、ここですね。ニュージーランドがドルに対して安くなって 2.23 動きましたね。ニュージードルが動きました。あとは FX はそんな感じかな。あとそんなに動いてないですね。はい。ということですね。続きいきますよ。世界の株価見てみます。金曜日の、中国。あんま変わってないですね。はい。香港。あんまり変わっていません。はい。韓国、台湾はちょっと下げてます。台湾は最後ちょっと上げてきましたね。はい。ヨーロッパ、上がって終わったみたい。ドイツは最後、上がって終わりましたね。12000で100でフィニッシュしました。イギリス、しののぶさん言ってましたね。イギリスが7000切りましたね。いやー、7000の大台切った。ちょっと怪しいですね。
6890で終わりました。ちょっとイギリスよろしくないですね。ユーロは3300ということで、まあ、ぼちぼち低いですね。はい。東南アジア、インドは最後ちょっと昨日は戻したようですね。1.64 プラスです。まあ、この中で言うとインド元気ですね。はい。で、それから、東南アジアはあんまり変わっておりませんが、東南アジア金曜日の昼からマイナス圏からプラスに転じてますね。東南アジアは金曜日のお昼になんかあったと思われます。プラ転してます。マレーシアとかはあれですけど。はい。トルコ。ブラジルはちょっと戻しましたね。南アフリカも、戻したうちに入らない。はい。低いまんまです。トルコは、この 1.05 は、その前の日かなんかが、木曜日悪かったので、ちょっと戻しぐらいです。3% ぐらい落としたのでね、木曜日。はい。コモディティ見てみましょう。ダウ指数が金曜日落ちましたが、ゴールドは変わらずです。1660。気がつきゃ1660。シルバーが19。低いですね。相変わらず低いですね、ここは。プラチナ、パラジウム、銅も低い。はい。です。原油も落ちてまいりまして、最後 79.7、80を切りました。はい。60台までいつ行くかな。っていう感じはします。下落トレンドにね、入ってますね。天然ガス 6.8。ちょっと、これでもまだボラティリティがあんまり金曜日は出てません。ソフトコモディティですけども、ちょっと動き変ですけど、大豆が 3.2 落としてました。これはね、この1日のチャートだけ見てると、レンジからなんか、ポーンと一気に来てるので、この時に同じ時間にコーンが上がって大豆が落ちたっていうちょっとへんてこりんな動きをしてますね。冷やしでこれだから、で、小麦がコーンと同じ時間帯に上がっている。アメリカ市場と関係してると思います。アメリカ市場がスタートしてから、コーンと小麦が上がって大豆が落ちてるという構図。珍しいですけどね、こういうのは。はい。ただ、大きい冷やしベースで見たら、まだ全然レンジの相場です。まだレンジです。明らかにトレンドが出てるわけではないです。ソフトコモディティは。もうちょっとなります。1日の動きだけだと、ちょっと動いてますけどね。はい。そんなとこですね。最後に仮想通貨見てみます。仮想通貨は土曜日動いてます。ビットコインそんなに動いてません。あんま変わってないですね。イーサリアムも変わってません。今週穏やかです、今のところ。はい。相変わらず低いですけど、穏やかです。はい。じゃあ、パフォーマンス、こちらの方をちょっと見ていきますね。ヒートマップを見ていきます。1週間の S&P500 のパフォーマンスです。いますかね。はい。アップルが 8% ってでかいっすね、これ。今週、アップルが大型株が一番落とした。すごいですね。なんででしょう。アップルの、やっぱり14がこけた理由、そういうのあるのかな？最近ちょっとファンダメンタルが僕、ニュース弱くなっちゃってすいません。ここが、発売されてるのはちょっとニュースで見たんですけど、それからどう、アップルが影響を及ぼしたかちょっと分かってません。事実だけ伝えちゃって、申し訳ない。半導体もちょっと悪いですね。
NVIDIA はそんな悪くないですけど、クアルコムとか、インテルとか、AMD とかが 6% 落としてますので、はい。悪いですね。メタどれぐらい ?3.37 ね。Google 3% ね。テスラも 3%。なんか 3% でもそんなに悪く感じないっていうのがヘンテコリですね。日用消費、コストコ、プラスのところを探すと、ホームデポ、プラス、P&G が6% 落としてますね。日用品でもちょっと、コカ・コーラもそうですけど、ちょっと落としてますね。フィリップ・モリスも 9% 落としてます。ちょっとこう、日用品でもセクターごとでもかなり動きが今週出ましたね。エネルギーは上がってますけど、ちょっと不思議ですね。エネルギーも今下落トレンドなのに、戻したって感じか、今週は。上がってるって感じじゃないですもんね。エクソンモービル 1.82 ですもんね。対して上がってる感じではないですね。ヘルスケアはどうでしょう。あんまり変わってないですけど、この、エイブここが落としてますね。大手のジョンソン&ジョンソンとかメルクとかそんな変わらないです。金融機関。ちょっと悪いですね。ちょっとか。JP モルガン、マイナス 4%。バンコクアメリカが 4.82 ということですね。ちょっといいです。このセクターなんだ？ちょっと小型株ですけど、セクターですごい落としてるとこがあったので。なんだここ。何の小さいからこれ S&P でも時価総額は小さいので、どこのセクターかちょっとわからないですけど。いいタイトルがないって書いてあるな。ちょっとここ勉強不足ですね。ここのセクターが赤いので、ちょっと何かわかんないですけど。はい。時価総額が小さいところですね。すいません。はい。じゃあ世界の方をちょっと見てみたいと思います。はい。1週間の、世界のパフォーマンスです。パッと色を見て気になる点は、イギリスは今週見てもめちゃくちゃ悪いわけではなかったんですね。こう見ると。というか、そうですね。緑が若干多い気がします。下落はしてるんですけど、そうひどくない。ひどいって言ったらこの台湾セミコンダクターの半導体がひどく落ちてます。あと、我らが日本も、トヨタが、先週良かったんですけどね、ひどく、今週日経悪かったですよね。なんでだろう。ね。関係あるんですかね、安倍首相の関係は。なんか、あれから日経、ちょっとこの2日ぐらい、コンコンと落ちましたよね。トヨタがマイナス 5%。この隣の台湾セミコンダクターが時価総額はでかすぎてるので、ここに赤いのが目立ちますね。7% 落ちてますね。逆に中国は、アリババが 1% 戻してるけど、まだ79だって。79か。戻したって言えないね。お花、日経26,000割れましたね。そうですね。25,500ぐらいでしたっけ？ちょっと待ってくださいね。日経これで見ますか。25,900 でフィニッシュしてますね。これですね。はい。ちなみにちょっとこのチャートを見て日経はどこ？この 25,900 は、の位置はちょうど4時間足で、7月1日に 25,800 いっぱって、この下が
25,555 っていうのが、今年の最安値。6月の21日、25,500。ここに、近づくどうでしょう、これ。9月13日が 28,661 から、見事に、これ、セルボタンが出てますね。セルーって感じですね、ここ。これ取れた人、本当に結構な急落だったので、美味しいですよね、ここ。日経取った人。うん。28,000から25,000まで。だって結構これ、ほら、4時間足でこう見てください。1000出てれば、ここ、結構大きいですよね。トレードで取ってる人がいたら。あれ？東雲さんヘッジしてるって言ってた。どこら辺からヘッジしてたんだろう。ね。はい。これ、そうですね。まあ、やっぱりでも考えて、見方によってですけど、日経は、トレードはしやすいと思いますよ。やっぱ、売り買いをしてるから。長期で株を持つのは、いつ上がるんだい日本みたいになっちゃって、あれですけど、トレードとしては、だって、見てくださいよ。売ったり買ったりするレンジの相場がもう今だって、下が 25,000 でしょ？東雲 28,600 から取れました。ここじゃないですか。ちょっと、東雲さんなんかおごってくださいよ。待って、こっから取ってるんだって。ここ今ちょうど、チャートで見ると、今、売って、買い戻しても面白い位置ですよね。よく書けば、この 25,500。すごい。ダブルエクスクラメーションマルク。ダブルエクスクラ、なんだそれ。記号のこと言って。そう。ちょうどコメントいただいてたので、と思って、取ったんだな。はい。でも、本当考え方っていろいろチャート見てる中で、日経は、トレード、というかね、短期トレードにやるのは、面白い銘柄ですよね。うん。考え方ですよね。逆にいつも言っている原油とかは、今はちょっと難しいです。半分決済してます。言ってましたね。そう、半分決済したって言ったもんね。はい。原油見ていただくとわかるんですけど、原油は今レンジから一回下落トレンドで戻してもう一回下落するかなっていうところを見ていますね。ただ、こちらの、スーパートレンドの方は、まだバイシグナルが出てます。こういうのもわかりにくいですね。バイシグナルが出てるけど、今ちょっと揉み合ってる感じ。バイシグナル出てるってこと、これなんだ？これ、ここで一回、原油は78のところにバイシグナルが出てるから、ちょっと難しいですね、ここは。はい。こういう感じですね。久々、そうだ。大豆ちょっと見ていいです？さっき変な動きしてましたね、大豆が。やっぱこれなんか、この4時間で最後ガーンと落としたんですね、大豆は。なるほど、大豆。これ、なんかテクニカル上でありそう。この大豆なんですけど、今パッと見て、1483でみんな褒めてたのが一気にストーンと落ちてしまいました。ね。で、この、これ。7月22日に1427っていうこの一番底があるんですけど、今年の。これにかなり近いですね、今。1438ですので。もうこれなんかはい。落ちてしまいましたね。底抜けたって感じですね。ここに近づいてます。でもこれを見ると、こんな言い方あれですけど、
この大豆も1426の位置で、ファイバーちょっと揉み合って探すといいかもしれないですね。今、だいぶポーンと落ちて反発はする可能性はある。市場は今レンジ相場なので、ちょっとこの位置、もう一回抜けないと思うんで、ここ、ね、今週一回見ると大豆面白いかもしれないですね。下落トレンド中の底を、ここをどういう風に揉み合って一回上がって落としてきたらチャンスみたいな感じですね。はい。久々ちょっとテクニカルの話しました。はい。じゃあ、後半行きましょうか。メタバースの件、ちょっと行きたいと思います。はい。最初にですね、ちょっとメタバースを話すときに、僕のちょっと経験っていうか、これ実はこれ知ってますか？ちょっとこれを紹介したかったです。多分、イメージしやすいメタバースは、一番ブームになったのは、この、アメーバピグだと思います。この PC 版アメーバピグが2019年12月2日今回今日をもってサービスを最初に紹介する終了してしまいます。アメーバピグはもう10年ぐらい続いているサービスで、内容としては自分にそっくりなアバターピグっていうものを作ってオンラインでチャットを楽しんだりゲームをするサービスです。自分もそうなんですが、20代ぐらいの方ならアメーバピグやったことある人いるんじゃないでしょうか。そんなアメーバピグが今日をもって終了してしまいます。ではまずは運営からの大切なお知らせから読ませていただきます。 3D じゃないけどフラッシュプレイヤーっていうご利用の皆様へいつアドビのも PC 版アメーバピグをご利用いただき誠にあれがなんかサービスが終わっちゃったので、このアメーバピグも終わってしまったんですけど、一時期かなり流行ってたと思うんですけど、お二人はどうですか？これはアメーバピグは2019年12月2日22時をもちまして、以下の PC 版ピグサービスおよび関連サービスを終了することを決定しました。アメーバピグ、ピグライフ、エロサイトのやつとかももうこれ全部対象ですね。サービス終了に至った経緯としては、PC 版アメーバピグっていうのは Adobe Flash という技術を用いてサービスを提供してるんですよね。この Adobe のフラッシュプレイヤー Flash っていうのは動画とかゲームを動かすために必要なシステムみたいなものなんですよ。アラフォーの広場っていうのがあって、当時アラフォーの広場でなんか暇でうろうろしてて、別にナンパしてるわけじゃなくて、Google 友達と喋ったりするときにその広場に出て喋ったりしてたんですけど、2020年12月に終わるよみたいなの出てくると思うんですけど、あれです。そのアメーバピグのシステムが一部なくなることによってゲームができない。プラスそのなくなったシステム分を補填して完全に再現することが今アメーバピグではできないので、利用できなくなる前にサービス終了してしまいますよっていうのが経緯ですね。要するに Adobe Flash が全ての現況。ずいぶん前に紹介した MeetMe というゲームがあるんですけど、それも Adobe Flash を一部使っています。だから昔からサービスを提供しているブラウザゲームとかはほとんどが Adobe Flash を使っているんで、そのシステムが消えてまた再構築するにあたってそこに資金が回せないよっていうところは全て広場で喋っちゃまずいなと思って、ということで残り2時間でアメーバピグがサービス終了してしまうので、サービス終了する瞬間を見届けようと思います。では開きます。芸能人の方ですかって言ってなんか声かけてすいませんって言ってたら、大丈夫ですよって言ってくれたので、これアバターは控えめに言ってゴミですね。本当に申し訳ない。さすがに数年前の ID とパスワードをドラマのすることは撮影のお出かけ先こんなにあったっけ？エリア増えますってわけわからんことになってるんだが、お出かけ先っていうのはゲームをプレイする場所やチャットルームを表示する一覧ですね。このクリスマスシンフォニー号がめちゃんこ人いるね。芸能人確かに AKB とかもいたのかな当時。なんかそういうすごい。絶対俺来ちゃいけない場所だわ。こんな感じで俺も一緒に踊りたい。動くんですよ。これ踊れる一緒に。で喋って。来た来た来た。かわいい。いいね、みんなクマさんの格好して。はい。あ、かわいい女の子がウェルカムって言ってくれてる。こんな俺を受け入れてくれるのか。優しさで涙出そう。最後ぐらいはどんなアバターのやつでも仲良くしようという優しさを感じ取れる。最初は不安だったよ。無課金アバターだから俺迫害されるんじゃないかって。マジで泣ける。ネットでも一人ぼっちだったからさ。パーツを取ってこう課金したりとかするんですよね。クマ。あ、はい。俺はここにいちゃいけないようだ。確かね、チャンネルで検索すると。これがあったこれチャンネルフロア。チ
チャンネルフロアっていうのは、そうなんですね、皆さん。ちょうどメタバースの一番、日本でいう多分これが走りになるものじゃないかなと思います。みんなに見せることができるっていうシステム。動画ではミュートになってると思うんですけど、僕はだからこれをその紹介した時に今回そのメタバース面白いって題名をした時に、このアメーバーピグはまあまあ面白かったです。普段だったらテーマ、洋楽とか、でもね、流したい音楽に合わせて部屋が建てられます。ちょっとね、このチャンネルフロアの新機能が追加されて以降、最も思い出深い事件が、一時期そのホモピグ事出会い件。系みたいな感じで捉えられてるものもありました。で、これアメーバーブログと連動してたので、ブログを書いている人が、アメーバーブログを書いている人が、このピグの方に入ってきて、ブログも見てくださいね、みたいな感じで宣伝してる方もいたし、まあ当然その、仮想なので、アバターを作って、適当に遊んでるだけの人もいたし、っていうことで、ちなみにその頃自分はニコニコキッズだったんで、その動画を通してアメーバピグを本格的に始めました。次はね、ゲームの白黒やろっか、白黒。これはオセロです。強い人は強い人と、弱い人は弱い人と、混んでる時は譲ろうね。座して対戦相手を待ちましょう。まあこれはきっとそのフラッシュプレイヤーがダメになっちゃったので、もうこういったものはできなくなってしまったわけなんですけど、アメーバーは俺ってさ、もしかしてこの世界で必要とされてないかな。かなり儲けたと思います。誰か来てよ。今のアメーバプライムとか、来てくれた。とか、しかもお辞儀してくれてる。これが終わってから、特にそのアメーバ TV とかをすごい力を入れるようになったと思いますね。その前の時は本当このアメーバーピグはテレビ CM も結構やってた時がありましたね。勝ち数の方が圧倒的に少ない。これは全然余裕で勝てるんじゃないか。結構動画ではね、バカキャラでやってる。川端さんどうもすいません。ちょっと気がつかなくて。とんでもない。よろしくお願いします。今、メタバースの前のこのアメーバーピグの紹介を実はしていました。白を黒で挟んで黒色に染める。これ何の動画かっていうと、これが2019年で最後、終わりを迎える時にどうなったかっていう。だからもうこれを一応思い出をこの方が振り返りながら、どういう終わり方をするんだ。喋ってますね。真っ暗になるのか、消えるのか。間もなく終了ですって。多分これで終わるんじゃないですか。下着の女の子が動き出した。そうそう、こうやって裸になってるやつとかがいて、やっぱり仮想の中でも、これ終わっちゃいましたね。今、見えますか？ちょっと悪いやつも出てくるんですよ。こうやって裸になって、なんかこう仮想で、ちょっとエッチなこととかしたりとか、ルールがなかったので当時。こういうのをしても、運営側の人がこうパーッと来て、こう、消したりとか しましたけどね。こういった形で。まあ、どこでもいるんですよ。まあ、出会い系みたいな形にしてる人とかがいたので、はい。今なんかメタバースでも、こういった問題も少しずつ出てくるかもしれないって、アメーバ TV でちょっとやってましたね。はい。イメージはこんな感じです。で、現代の、メタバースについてね、確認をしていきたいなと思います。はい。もう一回、今更ですけど、多分ね、このメタバースは皆さんご存知の通り、旧 Facebook、が、社名をメタって変えてから、去年の11月ですか。そこからすごい、こう、なんだメタバースは、みたいな。で、言われるようになって、まあ、僕としては、その仮想通貨からの僕らは仮想通貨を知って、で、メタバースの、仮想通貨の銘柄を聞くことによって、こういうゲームがあるんだねっていうことは知っているっていうことなんですね。で、YouTube とかもいろいろ探すと、やっぱりそのメタが、社名を変えた、去年の11月から12月ぐらいにすごくYouTube で騒がれていた。で、これ理由はやっぱりコロナ禍だったからで、なかなかそのコロナの時に、こう外に出れないっていうことで、で、あとは、その仮想通貨も一時期まだ盛り上がっていたこともあって、
去年の11月から年、その冬場にかけては、このメタバースっていうのが騒がれていた。で、まあコロナもちょっと明けて、ちょっとだけ今、まあメタバース自体は落ち着いてきた。ただ、これは、長い目で見れば、面白いのかなーなんて思うんです。ただ、僕一個人として、アメーバピグはやっていたんですけど、この、今、メタバースって本当に、面白いのかな、どうなのかなっていうのをちょっと今日知りたくて、記事を出した次第です。で、このメタバースアプリで、おすすめランキング5選っていうことが書いてあったんですけども、ちょっと、細かいんで言ってきますけど、1位が今、これ、俺、読めないんですよ。ちょっと、アレン・ワールズっていうのかな？はい、1位が。それから、アクシーインフィニティが2位です。これ、仮想通貨でアクシーっていう仮想通貨がありますね。それから3位が、モボックス MFT ファーマー。もしかしたら農場を作るゲームかもしれません。アメーバピグでも農場を作る、ゲームがあったんですよ。何かってまあ、時間の経過とともに作物ってこう育つじゃないですか。あれをゲームのように種をまいて、すると栄養を与えたりするとね、当たり前ですけど、こう、実になって収穫して、その収穫をコインにして、稼いでいくっていうようなゲーム。これも、もしかしたら農場系なのでそうかもしれないですね。それから、アップラウンド4位。聞いたことないですね。で、ここに注目っていうとこがあって、サンドボックス。これ多分もしかしたら、仮想通貨かじってる人は聞いたことあるゲームかもしれませんし、ゲームから知ってる人もいるかもしれない。それから、ディセントラランド。これも仮想通貨でもありますね。一時期仮想通貨で20位ぐらいまで、11位か、まで行ってた銘柄ですね。はい。それから最近メタバースのゲームで聞いたことあるなっていうのは、フォートナイト。うん。生徒からもちらっと聞きますね。このマインドクラフト。で、任天堂 D、スイッチでもありますけど、集まれ動物の森。このあたりが最近の、まあ、メタバースかなと言われているゲームの内容になります。そう。で、そうなんですよね。私、僕50過ぎて、なんだろう、集まれ動物の森ハマるのかな？子供たちとか大人でもね、ハマってる人いるんですけど、中高年がハマるのかどうかなっていうのが気になりますよね。はい。で、少しずつこれ読んでいきますけど、ちょっといきますね。はい。まずこの1位のアレン・ワールズっていうのが、YouTube で載ってるので、ちょっと、さらっと見てみましょう。はい。メタバースの今1位ですね。途中で全然切ってきますので。はい、はじめまして、こんにちは。クリプトマンです。下のやつもちょっと見ていきますね。これは、マイニングや格闘ゲームなどができる NFT ゲームですと。イーサリアムとか、BSC だからこれ、あれかな、バイナンススマートチェーンですね。とかブロックチェーンで運営されており、分散型メタバースにカテゴライズされていますということで、まあ、イーサリアムとかガスを使ったりするんですね。はい。あ、どうも、こんばんは。なんかあれですね、サラさん、定時が今、結構かっちり決まってますね。先週も全くほぼ同じ時間ぐらいに現れてます。今ちょっとメタバースのゲームに、そしてこれはね、サラさん、ちょっとまた、ついでで申し訳ないです。これ流しながらですけど、アメリカの方でのメタバースのゲームとかって、この記事を書いてくれた人のリンクも流ってるんですか？よかったら参考にしてみてください。何を言ってるかっていうと、なんかメタバースの聞くと、全人口の、メタバースにいる全人口の9割方アメリカ人だって聞くんですよ。で、日本人は、このメタバースにいる住民の中の1割いるかどうかとか
言ってます。9割っていうのは外国人のことかな。英語圏の人かな。なので、圧倒的にその英語が共通分野。ただ、なんか通訳で、すぐにもうすぐ、言語通訳ができるらしくて、世界中の人が別に集まっても、なんていうのかな、通じるようなことを聞きました。今これ第1位の、アレンワールズっていうのを、流しています。サインアップすれば、登録できます。はい。今ゲームの説明して、これ30分ぐらいなので、こういうゲームだよっていうのをさらっと言いたかったですけど、実はこれ、あとあれですね、ゲーム内でマイニングできる TLM は、チェーン上で動いてるウォレットっていう形になるのかな。WAXP ってなんだ？サラフゼロス、去年の今頃メタバ系をホールドしてる人がまだキープしてる感じかも。売買されたり、オークションされたり。メタバ系をホールドしている人がまだキープしてる感じかも。去年のなるほど。すいません、俺も。仮想通貨自体はもしかして持ってるけど、ゲームで遊んでるっていう感じはあんまりないですかね。たくさんありますけどね。まだまだ一部なのかな、このメタバース。メタも実際に、やっぱそうなんですね。仮想通貨ですよね。エイリアンワールドの、サイトに。なんか、ちょっと止めちゃうんですけど、ちょっと見たときに、メタバースにハマっている人たちがいて、その、メタバースの、ライターさんがいるらしくて、日本人でも何人か。で、そのメタバースについてだと、仮想通貨は、なんかあってもなくても、どっちでもいいみたいな。そのゲームの内容が楽しくって、で、やっぱり世界でゲームをするときに共通の通貨があって、あるといいかなっていうことで、この送金ができる、しやすい、仮想通貨をそのゲームの通貨として使ってるぐらいなもんで、っていうことで、なんか、イーサリアムだろうが何だろうが、どっちでもいいみたいなことは言ってたし、あと、日本で言うと、例えば、松坂屋とかが入ってたりとか、いろんな企業が入ってるんですけど、結局そのものをメタバース内で買うと、なんか外で買うって言ってました。なんか、ただその松坂屋みたいなところが、仮想空間の中にあって、商品を選ぶんだけど、商品のボタンを押したら、外に、松坂屋のサイトに飛んじゃって、で、例えば円でその商品を買うとか。だから、お店に行かなくても買えるっていうよりも、その、なんか、仮想空間の中で見て買う？だから円で買ってるとか言ってましたね。なんか、だから仮想通貨はそういう売買するにあんまり関係ないんじゃないのっていうのをゲーム側の人は言ってました。はい。これ載ってるかな？なんか、日興証券の仮想、お店？日興証券って証券会社の、あれなんか面白かったですよ、見てるときに。アメーバーでもやってたんですけど。サラフゼロス、まだ関係ないかもですね。そうですよね。関係ないかもしれないですよね。はい。で、これが2位の、アクシーインフィニティですね。仮想通貨としては割と有名な、アクシーという、仮想通貨ですね。どうもロサンゼルス在住のバイリンガル YouTuber アルゲラです。キャラクターは可愛いですね。ありがとう。アクシー。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はこれ初めてのだけ書いてあると、アクシーインフィニティは対戦や育成ができる NFT ゲームですと。コロナ禍で失業が増える中、フィリピンでは NFT 年収を超える収入がゲームで稼げると言われ、どういったものなのかまずプレイトゥ紹介していきたいと思っていいや NFT の知名度を大きく向上させました。ちょっとメインのウェブサイト聞いたことある。オフィシャルページを見てちょっと軽くここに来る説明していきたいとインド思います。ネシアのはい、それではやってポチッとなくんがいるんですけど、彼インドネシアですけど、割と
この仮想通貨より若い子たちにその東南アジア系の方で、このアクシーのゲームとかで仮想通貨を知ってる子もちらほらといたですね。なのでこのゲーム、フィリピン、ベトナム、ベネズエラ、ブラジルなどでの重要な収入源となってますって書いてありますね。はい。ここら辺の国に流行ってる育成ゲームらしいですね。アリーナバトルって言って PVP なんで、人対人の戦いに行ったり、ブレーディングっていう今からなかなかこうメタバースに入っていくってあとゴーグルすごく奥が深いストラテジーゲーム。あれ高いんだよな、確か。攻撃があって、それを選択して、それで相手とこう攻防していく。これでもいらないのかな？でキャラたちがこれはゴーグルが。ゴーグルがあった方がいいんですかね。あれなんかこの間ちょっと VR っていうのか見たときに結構高かったですね、あれ。ちょっとね、VR があった方が臨場感があるん初ですね。めて本当にやるので、あまりにも知識が浅いので、ちょっとこれ育成ゲームですね。3位のところ、これがモーボックス NFT ファーマーとあります。ちょっとだけかじりってみますね。このゲームはビットコインのチャートの上下予想などができる NFT ゲームです。どういうことだ？アクシーインフィニティみたいにビットコインのチャートの上下予想ができるゲームなんでしょうね。トレードゲームなのかな。ゲーム内で集めた M ボックストークン。M ボックスって誰か言ってたな。あれよくね、積んでる人が多いので、説明あれ、どこで聞いたんだ、この M ボックスって。最初に無料で3つキャラをなんか一時期仮想通貨を、バイナンス取引所っていうところで、ローンチって言って、なんかこの仮想通貨がオープンしますよって、市場に出しますよって時に、M ボックスって聞きましたね。M ボックストークンで NFT の売買ができるほか、現実のお金にも交換することができます。1日の、アクティブユーザーは 6.9 万人ということで、6.9 大してやっぱりいないですね。だってアメーバーピグで日本で1000万人ぐらいいたから、アクティブユーザーもっと結構いたよな。スキルを取ると。そう思うとやっぱりまだまだ NFT って、じゃなくて、メタバースはまだまだ読んでくださいね。で、これからですね。お金かかるよっつってるわけですよ。はい。まあちょっとゲームの内容を一応見ていきます。で、これがアップランドっていうらしいですね。はい。ちょっと待ってください。これ、街作るのかな？ちょっと見ますね。アップランドは、この4位のアップランドは、ブロックチェーンゲーム版のモノポリーのようなプレイトゥーインのゲームです。不動産を所有することで、やっぱりそうですね、モノポリのようなゲームですね。ゲーム内で利回りを稼ぎます。アップランドは、実世界の住所や地図を利用する点は AR 型のメタバースに分類されるゲームです。ボードゲーム系ですね、これ。ちょっと僕、面白いなと思った。これ好きなんですよ。なんか昔ファミコンとかでもシムシティって言って自分が市長さんになって、土地を買って、で、なんかこう、地図のところにビルを建てて、育っていくと、ビルがでかくなって、人口が増えてっていうような、なんか、あと公害があると、どうこうっていうのをやってましたね。ちょっと、モノポリって多分、最初に自分で土地買って、誰かが回ると、所有権でこう、あれですよね。いくらかお金払わなきゃいけないっていう、そういうゲームですよね。面白いとは思いますけど、それとメタバースと、知ってるんです、シムシティって。何年前だろう、これ。20年前とかですよ。なんかもうスーパーファミコンとかそういう世界です。いつの時やってた？ 20代
It 大 says 学 right 生 here, FSA stands for Fair Start 社 Act. 会人になってから This is ゲーム in したっけ place ち to ょ ensure っと that わかん new ないですけ players ど。 have a fair opportunity to also ゲ grow ー and ムって upgrade. ハマるんでいいですけど、 Anyone 時 with a 間 net 食 worth わ of れるっ over すよサラフね。ゼロス、 UPX, 30年 Pro, 前く Director, らいかも。この、 etc., ちょっと4位 are 最後 unable to purchase で these すね。すいませ properties. ん。最後です。5位が、プレイマイニングと書いてあります。これなんかあれですね。テトリスみたいですね。見てると。で、こちらの5位は、プレイマイニングはカードバトルやパズルで稼げる NFT ゲームです。14個消すとサンダー出るんですけど、パズドラっていうのは、この8もうやったことないですけど、なんか携帯でやれるゲームとかありますよね。あ、シムシティ30年ぐらいかも。あ、失礼しました。はい。このステージですね、最初にまず。ですよね、俺社会人になってシムシティはやってないなと思って。この石にですね、基本アメーバピグは、残さない方はい、もうすいません、30、やってましたね。アラフォーのくせに。やってる方だと思うんですけど、降りてっちゃう。楽しかったですけど。はい。このブロックの絵は、もう家作ったりとかして、釣りやったりとかして。この緑。あんまり大きく言えないですね、なんか。うん。内緒じゃないですけど、結構やってましたね。したら、で、これはNFT ゲームで、パズルで稼げる NFT ゲームと。日本人の経営陣や、開発陣がゲームを開発運営しているため、日本人プレイヤーも馴染みやすいと思います。ゲーム内で獲得したディープコイン。あ、これも聞いたことあるわ。ディープコインっていうのも。は、お金に換金可能ですと。なるほど。なんかあれですね、メタバースっていうより、なんか稼げるゲームっていうものと、仮想空間っていうのと、なんかちょっとまだリンクしてないっていうか、いろんな形で模索してるって感じますよね。ゲーム系で、ちょっと今回消し方がもうこれ、ゲームの感覚で言えば、僕は4位のやつは面白いのか、今のシムシティじゃないですけど面白いのかなと思うんですけど、テトリスとかで別に金稼ぎたいと思わないので、ぷよぷよだったっけ？はい。テトリスは得意ですけど、めちゃめちゃ。ゲームセンターとかでテトリスって一生やってるぐらい、なんか、ガチャガチャ、ガチャガチャってあるじゃないですか。あれやってましたね。はい。ということで、ここら辺がですね、もう最後、サウンドボックス。有名ですね。マイクラもあるのかな？ディセントラランドですね、これ。これも有名ですね。川端っち、はい、宮崎で震度5弱。ちょっと待ってください。ちょっとやばくないです？ちょっと待ってください。ヤフー。サラフゼロス、ワオ。あそこじゃないですか、また。ヒューガナダの、大丈夫かな、これ。南海トラフギリギリですよね。これがマグニチュード6.5 とか超えるとちょっと、南海トラフ、やばいですけど。今んとこ津波はないって言うけど、これはやばい。どうしよう。この次にもしこれが一番マックスだったらまだ発給、もう地震屋さんじゃないので、わかんないですけど、これがね、確かね、6.5 とかになるとね、ここのプレートを動かす影響もあるし、ねえ、次ですよね。はい。すいません。ここで、終わるの本当にちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと僕、後がちょっと実はあるので、
ここでちょっとライブは終了しますけど、引き続き、ちょっとこの、夜、地震については注目しておいていただきたいなと思う。本当これ、最悪のケースは南海トラフですからね。はい。いやー、川端さんありがとう。川端さんって大阪でしたよね。確か。関西でしたよね。いやー、愛知もやばいですね。やばいというか注意した方がいいですね。はい。はい。最後すごい展開で終わるんですけども、来週の木曜日、南海トラフがなければ、YouTube やります。はい。ちょっと南海トラフがあったら、もうYouTube 当分できませんのでね。はい。みんな覚悟してほしいなと思います。という変な終わり方ですけど、すいません。はい。またね、なんか、メタバースも含めていろんなものを中心にね、お話できたらなと思いますんで、またよろしくお願いします。すいません。じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。はい。どうもありがとうございました。失礼いたします。サラフゼロス、皆さんを気をつけてお疲れ様。お花、お疲れ様でした。ありがとうございます。スマイリングフェイスウィズ